スタガンへようこそ。今日はですね、ウエストコーストブリューイングについて話していきたいなと思います。ビールはいっぱいあるので、話したいことももっといっぱいあるので、とりあえず飲みながら話していければなと思います。乾杯。ウエストコーストブリューイングは醸造所から始まったっていうよりかは、デレック・バストンっていう方がですね、みんな大好き通称ミスター D 建設系の仕事をですね始めてましたよということで、ガイアフローっていう静岡市にあるウイスキー蒸留所ですねというところの内装デザインをやってほしいという依頼を受けたのが全ての始まりです。ちなみにこれがガイアフローが作ってるウイスキーですね。ガイアフローでの仕事を経て、お酒作るのって思ってたより難しくないかもしれない。デレックさんが思い出したんですよ。シアトルで飲んでた西海岸のあのビールは日本で飲めたらいいなっていう思いから、じゃあビールを自分たちで作ればいいじゃんということで計画が始まったわけですと。2017年にまず醸造所を始める前に実際そういう需要があるのかっていうことを確認するために12っていうまずタップルームをやり始めると。で、なるほど、確かにこういうニーズは本当にあるんだっていうことを確認してから2019年ですかね、醸造免許を取得してウエストコーストブリングっていうものが出来上がりましたよと。日本で作るメイドインアメリカっていうものをどういうふうに作ってきてるかというところについて話していきたいと思います。そういった話をですねするのであれば、一発目はやっぱりこれですね。Never Enough Base。ウエストコーストのヘイジがここから始まった18バッチ目のですねヘイジペルエールになりますが、これに飲んでいきたいと思います。濁ってますね。5% ですね。アルコール、ヘイジペールエール。ホップとして使ってるのがフリースタイルホップスですね。ニュージーランド産のものを使ってまして、エコノットとストラタとネルソンソビンですねを使ったものになってます。では実際香りから楽しみたいと思います。なんだろう、結構青臭いっていうよりかはもうすごいフレッシュな草草原を乗せるような爽快感がありますね。では乾杯。めちゃくちゃいいヘイジですね。これはホップの使い方うまいですね、本当に。で、濁ってるからこそこのフルボディな感じと、もう全然不透明ですね。で、これでいて 5% ですね。飲みやすい。最初の1杯目にこれを選んだのが正解でしたね、本当に。ウエストコーストさんはですね、もうかなりの規模で、かなりレギュラービールも含めて新しいレシピもどんどん作ったりとかしてるんですが、基本的には週1に1銘柄出してるようなスピードで物を出してまして、こちらのイラストにもあります通り、ホップのキャラクターがなんか GJ しながら踊ったりとか楽しんでるよみたいな感じですけど、確かにこういうシーンにふさわしいものだなと思ったりはします。真ん中にいるこのキャラクターなんですけど、ホップデュードって言って公式キャラクター、それぞれの缶のデザインの中にこういったものが入ってるので、もう少し後でお話ししたいと思います。いやー、でもデレックさんがシアトル恋しいな、このビール飲みたかったなって思ってこれを作ったと思うと、確かにこれがなければ我々もここにいないかもしれないですね。これがウエストコーストか。次、サウザンレジェンズコールド IPA with Clean Fusion。こちらもですね、ホップの森、この特徴的な建物ですね、映っていたりとか、これは果たしてどういう意味があるのか。とりあえずビールなので消えてるうちに飲んでいきたいと思います。はい、では乾杯。もうグリーンな味ですね。いい意味での青臭さが結構あって、ほんのり柑橘系なところもニュアンスとしてもあるかなと思いますね。すごく飲みやすいですね。もう本当に水のように飲めちゃいますね、これは。ホップ水ですね。
デレックさんが自身でニュージーランドとオーストラリアにですねどういったホップがあるのか実際栽培しているところを見てみたいですとか最適なものを現地で選びたいとかっていう話があり、いやもう友達がいっぱいできちゃったしなんか一緒に面白いことやりたいよねということでオーストラリアのワンドロップっていうケージですとかあとスムージーでかなり有名なところになっていて、ワンドロップさんが作ったクリーンフュージョンっていう技法をこれってめちゃくちゃいいし自分たちが持ってる機材でも再現できるということで作り方を教えてくれと、自分たちでもそういうのを使ってみたいよということでこちらですねウエストコースさんがクリーンフュージョンを取り入れてみましたよというビールになります。時が満ちたアルティマ4周年ビールクワドロプルドライホップ KG トリプル IPA ですね。トリプル IPA のドライホッピング4回もしてる 9.0% アルコール入ってます。ここまで濁りまくってるビールはなかなかないと思いますが大丈夫かな。まだ半分しか喋ってないのに動画の後半の方が楽しみですね。いざ開戦。うおーでは飲んでいきたいと思います。もうホップの大爆発。やっぱりウエストコーストさんが作ってるものは全部ケージにしろペールラガーにしろホップ同士が喧嘩しない絶妙なバランスをとってるっていうところが最高ですね。ここまでドライホッピングしてもこういうちゃんとフルーティーさを残していてキレがありつつ苦すぎない苦みが蓄積されないいくらでも飲めちゃう。原材料麦芽糖類ホップしか入ってないんですよ。やっぱりホップ偉大ですよ。全ての缶の左下のところに QR コードがございます。でこれをですね読み取るとこういうホップ使ってますよとかここに書ききれなかった情報が書いてあるだけではなくてホップ系のキャラクターたちのストーリーがどんどん続編が出てるみたいなそういったものとしても楽しめるので実際読んでみたいと思います。よいしょ。はい開けました。ウエストコーストブリングアルティマエルドラド CGX モザイククリオネルソン装備 CGX ストラタ CGX エルドラドインコグニト。もうホップめちゃくちゃ入ってますね。ホップのカクテル歴史を重ね現代では9代にまで及ぶアルキミスト彼らによってもたらされた過去の尊い功績を語る上で7代目として活躍しながらも無慈悲な結末を迎えるアルティマの存在はどうしても欠かすことができない。これ一つ一つ読むのも楽しいんですけどやっぱりですねドラマ見てるような感覚でですねいろんな新しいものを楽しみにしつつストーリーも楽しみですしビール自体も楽しみだと思うんですけどこういう楽しみ方はなかなかないかなと思いますね。ウエストコーストブリングが持っている直営店ですね静岡だと4店舗ぐらいありますかね。で大阪に3店舗あって最近沖縄で北谷で1店舗できてそしてなんと東京にもやっと2店舗ができました。まずは東京駅直結のホップビートレコーズ。アナログレコードをテーマにした空間が私はすごい好きでアナログレコードが奏でる音楽とともにビールを楽しむっていうありそうでない体験ができる場所になってます。静岡から直送されるビールを6種類のタップで飲めて新作の缶も冷蔵庫にいっぱい入ってますよ。そして2つ目の店舗は虎ノ門のザ・ルームになってます。最大の特徴は何といってもフルキッチン。メニューのコンセプトはテックスメックス、鉄板で提供されるファヒータ、デレックの大好物のピザトッツ、ビリヤタコス、そしてデザートまで20種類ものビールがタップで飲めます。レパートリーが広いですね。テイスティングフライトを頼んでいろんな味を楽しむこともできますよ。夜会テラス、DJ ブースとかもあってモダンでスタイリッシュな空間になってます。ビールとアナログレコード、ビールとテックスメックス、
ゆっくり飲みたいか、ワイワイ飲みたいか、東急に直営店がやっとできてものすごく嬉しいです。冒頭にもあったようにウエストコーストが建築系っていうところからですね、内装デザインに関してもウエストコーストデザインチームが担当していて、一つ一つのお店の内装インテリアですねに関してはデレックさんの監修が入っているものになっていて、どのお店に行ってもどこかしらにはホップ柔道がいたりとか一体感があるようなものにはなってますね。実際こちらですね、このバッグ今あるんですが、ザ・ビラバレルラウンジということになってます。最近ウエストコーストブリングさんが手掛けているタップルーム兼ホテル、泊まれちゃう飲み屋さん、飲んでホテルルームに帰ってまた飲んで、宿泊者限定特典としてティグレーターですね、部屋の中でビールを飲める、宿泊者じゃないと飲めないようなものもつながっているとのことで、この辺りに多分クリックするとなんか出るかもしれませんし、詳細欄にもあるんですが、詳しくはその動画で見ていただけると思います。ということでこちらアルティーマでした。私ティーマということでアルティーマ、自分の名前がビールの名前の中に入っているものはもうそれだけで愛せてしまう、我々のようなホップジャンキーが大好きなビールということで、いやーよかったですね、アルティーマというものがあって。ウエストコーストさんがですね、この5年間ですでに500以上のバッジを作ってきてます。様々なビールをですね作ってきてるので、5年間のそういった努力と思いが紡ぐ先が何があるのかということで、5周年ですね記念して作られたビールなんですけど、 UV ライトでしか見れない絵も入ってますね。どっちからいこうかな。私は大好きなのでこれいきたいと思います。ギャラクシーウォッチャーウエストコースト WIPA8% のものになってます。でこれがですね、やっぱりウエストコーストといえばウエストコーストスタイルだよねっていうのもありますし、このですね絵のところがすごい私が好きで、星空を見上げてるホップジュードたちが UV ライトで照らしてみると銀河が見えて、一人ですね指さして星を見てるホップ柔道にですね、実はマントが入ってくるとか、ホップが先端になってる魔法の杖が現れてきたりとか、実際飲んでいきたいと思います。ではいただきます。ひたすらそうですね、爽快感しかないかなと思います。8% のこのアルコール感がガツンとくる感じが程よくて好きです。 8% ちゃんと入ってるんだなこれはっていうことが分かりやすい、ビール飲んでるんだ俺はっていうところが感じさせるようなものになっていて、私は個人的に好きですね。度数そうなアルコールっぽさ。こちらがですね、もともとはスターウォッチャーっていう、ビールがあったんですと。ウエストコーストブリングさんができた時からずっとレギュラービールとして好まれてるビールになってるんですが、それの強化版として5周年に際してレシピを再発明しましたよっていうことで、限定でこういったものも作ったりとかしていましたよと。はい、ということで一発目ギャラクシーウォッチャー最高でした。では他のものも飲んでいきたいかなと思います。次はザ・ルプドリンクリーでございます。こちらもですね UV ライトに照らしてみるとこういう風に化けてくれますね。楽しいですね。これは KGWIPA8.5% になってまして、またですね平時の領域に入っていきたいと思います。ではさっきのですねアルティマもそうだったんですけど、これもなかなか綺麗なゴールド色をしてますね。飲んでまいりましょう。アルコール感がギャラクシーウォッチャーと比べればかなり隠れてらっしゃいますね。爽やかで柔らかい、ジュースっぽいといえばジュースっぽいですね。ほんのりピーチかな。
フルプリンというのは何かっていうと、フレッシュホップからしか取れない、物質になってまして、ホップを収穫した時に黄緑っぽいものが付着してます。花粉のようなものになってるんですけど、そこにしかもうないようなフレッシュホップならではの味っていうものがあって、もうホップのネクターですね。QR コード先に書いてあるストーリーですね。見てみようか。その昔、ホップ重度の始祖ホップオーラクルが時間をかけて大事に育て上げたと言い伝えられてきたザ・ウルプリンツリー。長い時を重ね、彼が概念となった現代もなお、この世界において多くの巡礼者たちが訪れる神聖な場所とされている。もうホップの神社にお参りした感じに、なってきちゃいましたね。ありがたやありがたや。次はこちらでございます。初めてのトートピアブリューイングっていう、日本国内でめちゃくちゃ有名で美味しいビールばっかり作ってるところとですね、コラボレーションを作りましたよという、ラズベリー、ストローベリー、タート、チェリー、ココナッツ、バニラが入ってるサワー IPA でですね、 5.5% ネメシスフォビアっていうものになってます。宿敵恐怖症、これまでですね IPA 系、KG 系のものが多かったかなと思うんですが、ここで初めてのサワー IPA ということになります。と黄色くないビールが出ましたね。赤いというかほんのりピンクっぽい、とても楽しみでございます。では乾杯。甘さがほとんどなくて、もうひたすら酸っぱいフルーツ、ずっと続いてる感じのものにですね、これはなってると思います。ビールを作ってる過程の中に途中からフルーツを入れて、原材料同士が、原料たちがこう仲良くする時間をちゃんとこう与えてあげないと、ここまでこう一体感ある、一貫性のある味にはなかなかならないと思うので、楽しいですねこれは。ずっとですねこちらが気になってたかなと思うんですけれども、 GMT プラス9ですね。時間帯で言えばですね東京ですね。こちらのビールはより特別感あるサブブランドとして、別のブランドとして作ることに至ったよということで、どっちからいきましょうかね。ホットトワイライトピカンテウエストコースト5周年記念バレルエイジドインペリアルスタウトでございます。ビールをタレにつけることによって本来ビールになかったような風味とかを後からつけることができますよと、プレミアムビールらしくこうローにこのタレになってると思いますが、開けていきたいなと思います。入れていきましょう。うわー、石油のようにドロドロっとしてて真っ黒な液体が出てきましたね。3年5ヶ月寝かしているものになりますが、オーツ入ってますね。カカオ2分入ってますね。ホップ、バニラビーンズ、シナモン、キャロライナリーバー、唐辛子が入ってます。チポトレもですね入ってます。こちらも唐辛子になってますが、実際飲んでいきたいと思います。香りからしたらすごいもうチョコと思わせておいて、もう飲んですぐ喉奥に激辛が、唐辛子がこうガツンってくる。辛い、たまらないですね。ステーキ欲しくなりますね。おつまみどころかステーキ食べながらこれ飲んだらもうステーキ自体は何の味付けもいらないんじゃないかなと思うぐらい、なかなか素晴らしいものが入ってます。アルコール度数 10% になってます。ぬるくなるともっと辛い。でも人生で飲んだことあるビールの中で一番辛かったものかなと思うんですけど、素晴らしいと思います。GMT プラス9がですねブランドとして成立したのがかなりですね最近にはなるんですけど、最初のバッジを作るだけでも3年4年かかったりとかすると思います。 GMT プラス9の中にはですね今年2025年になるんですけど、3年4年前ぐらいにですね何が起きてたかっていうのをですね思い出したらですね、例のパンデミックがあったかなと思うんですけど、タルを購入してジャック・ダニエルのタレとかですね寝かしてみて、それがどうなるかっていうところの試みも入ってると思います。
ザーダンクネス 8.5% 飲んでいきたいと思います。ということで、なんか羽織ってますね。はい、この人は箸休めということで乾杯。おい、パイナップルグレープフルーツだよね。やっぱりリセットできましたね。では次飲んでいきたいと思います。どれにしようかな。これなんでしょうかね。よっと、ザ・ダークデライトバレルエイジドインペリアルスタウトになっております。ロゴがついてるものになってるんですけど、線が指で引っ張られるようなものがついてるので開きやすくなっております。ドロドロですね。素晴らしいですね。石油のようなドロドロ感。アルコール度数13度ですね、入っておりますと。で、2024年のですね、そこに出たものになってるんですけれども、やっぱりスタウト系のものが特に瓶に詰められてるものであれば、もう賞味期限がめちゃくちゃ長くてですね、こちらも実際2034年まで飲めるよということになってます。では乾杯。香りはね、チョコレートというよりかはライ麦パンですね。黒パン、もう黒パンが半端ないですね。甘い香りというよりかは、黒パン食べたことがなければ先にそちらの方を食べていただいて、懐かしい香りがします。難しいな。ダークチョコレートとかコーヒーっぽさがスタウトっていうスタイルであれば出るものになると思うんですけど、バレルエイジドで使ってた樽から味が移ったのか、かなりレーズンっぽさが出るようなものになっていて、レーズンの入った黒パンを食べてるような感じになりますね。ガヤフロですね。デレックさんが蒸留所の方ですね、デザインとしてですね、関わったところの使用済み樽を使って樽にですね寝かしてる期間に関しては2年半年から3年4ヶ月間ぐらいかけて作ったもののブレンディングになるんですけれども、いやー、ビールでもちゃんと寝かせばこういったキャラクターの出るものもあるんだなっていうのはなかなか深いかなと思います。5周年ビールほとんど一緒に飲みましたねということで、いやー楽しいですね。面白い。ベストコーストブリューイングはね、作ってるビールが IPA にしてもスタウトにしても、もうとにかくバランスがめちゃくちゃ良くて、ベストコーストスタイル、みんな大好きおにり系のビールっていうものをこの5年間を通してですね、500種類以上のビールを作ってきた中で一環としてこれを作れてるのが素晴らしいかなと思います。今日の締めにふさわしいビールをですね、最後にこちらをご用意いたしました。ザ・ブラックブック BV。 本当にこちらもハイアルコールになってまして 14% インペリアルスタウト with ブルーベリー&バニラっていうものになってるんですけれども、こういうのが好きな人はもう友達になれると思うんで、コメントに一言もらえればということで、こちら実際飲んでみたいかなと思います。開けてみましょう。こちらの液臭がですね、実は2020年ぐらいですかねにブラックブック以外にもいくつかのインペリアルスタウトを樽に詰め込んで寝かしておいてブレンディングして作ったものが先ほどいただきました GMT プラス9、ビールっていうよりかはウイスキーの楽しめ方に近しいかなと思うところもありつつ美味しいですね。ベストコーストブリングはですね、クラフトビール醸造所として日本を代表するようなものになってるんじゃないでしょうか。もし見たことがなければ見かけたら飲んでみてほしいですし、さらにザビラに泊まることがもしできそうであれば実際に見てみてほしい。ブラックブック美味しすぎる。
ということで、また次回お会いしましょう。